皆さん、こんにちは。ゆうあみです。今回も、前回に続いて、能舞台のあれこれについての動画、後編だよ。前後半になっちゃうくらい、能舞台っていろいろあるんだね。今回は、柱、膝端、松、上げ幕、切り戸口、屋根、後座、渋滞座についてだよ。ぜひ、最後まで見ていってね。よー本舞台は4本の柱に囲まれていて、柱にもそれぞれ名前がついているんだよ。平面図の右上から笛柱、右下が脇柱、左上がしけ柱、左下が目付け柱というんだよ。目付け柱なんかは観客からするとちょっと邪魔だよね。でも演者にとってはとっても重要なの。どうしてかというと、表をかけていると、視界が極端に悪くなるから。演者は、柱を見て、どの位置にいるか、どの方向に向かっているかを把握するんだね。舞台は手すりもないから、一歩間違えると大変だから。ちなみに、表をかけていない時と、かけた時の視界の違いはこんな感じ。これは狭いね。柱の重要性、わかったかな？能舞台って建てるときに方角が決まっているって知ってた？と言っても、流派によって違うみたい。ここでは、関西流と北流の違いを見てみようね。これが、それぞれの流派の能楽堂の方角だよ。見事に真逆だね。西と東、北と南。じゃあ、この方角にした意味って何だろう？例えば、関西流の場合は、上げ幕の方角は西なんだけど、これは、あの世を指し、西方極楽浄土と言われ、天の方角としているの。そして、北流では、上げ幕の方角は東で、太陽が昇る方角、すなわち始まり、を表しているんだって。東は、太陽が昇る方角。だから、演目の中で、太陽が昇るのを見るようなとき、関西流、東を指す脇柱の少し左を見て、北流の場合は、東を指す上げ幕の方を見て行うみたいだよ。面白いね。というか、東西南北が設定されて、その方角に合わせて、演目の中で動きが作られていたんだね。方角の違いがわかる演目は、の森や天子などがあるから、よく、能楽を見る方は、そんな違いも知ってみてみると、また違う楽しみになるね。他の流派はどうなっているのかも気になるね。能舞台の正面にある階段を膝端というよ。膝端は、昔、将軍とかが見る公式な舞台で、主催者の自社奉行が、演技の開始を宣言しに行くための、上り下りに利用していたんだよ。でも、今は使用していないよ。この膝端もまた、演者の目印になるものの一つだよ。橋がかりの脇に、3本の松があるね。舞台側から、1の松、2の松、3の松、と名前があるよ。実は、この3本の松、サイズが違っているの。舞台から鏡の間に向かうほど小さくなっているんだよ。これってつまり、遠近法を使っているということだね。松のサイズを変えることで、空間に奥行きを出しているのね。今度能楽堂に行ったら、松もチェックしてみてね。
能舞台へ出ていくには、鏡の間から上げ幕を通って出てくるか、反対側の切り戸口からになるよ。上げ幕は、幕に木の棒がくっついていて、二人がかりで、その棒を上げて開け閉めしているんだよ。それに対して、切り戸口は、引き戸で、かがまないと通れないサイズになっているよ。どちらから舞台へ入ってくるかは、役割によって決められているんだ。上げ幕が開いて入ってくるのは、して、つれ、脇、脇つれ、両弦、笛、小鼓、大鼓、太鼓の囃し方。切り戸口は、後見や自由体、能を簡略化した、しまいなどをする人が利用するよ。そして、実は、重体座の奥に、今は使われない、第三の出入り口があるんだよ。これは、起任口という開き戸で、切り戸口と違ってかがまないで出入りできるサイズなの。起任の名前の通り、昔、位の高い人が能を演じるときに、頭を下げずに舞台に上がれるように作られたものなんだって。屋内にある能楽堂は、どれも屋根があるよね。これは、かつて、能舞台が屋外に設置されていた名残と言われているよ。夕網が聞いた能楽師さんによると、屋内にある能楽堂は、外にある、んだって。つまりどういうことかというと、屋内に能楽堂を作ったのではなくて、外にある能楽堂に、囲いや屋根をつけた、ということなんだって。夕網、目から鱗。本舞台の奥と向かって、右側に、後座と重体座があるね。後座は、後見、囃し方が座る場所で、笛柱の方から笛、小鼓、大鼓、太鼓の囃し方が座るよ。重体座は、歌いの人たちが座る場所なんだよ。能舞台のあれこれ、どうだったかな？夕網は、個人的には、前半動画の橋がかりが、あの世とこの世をつなぐ道、っていうコンセプトに萌え萌えだよ。世阿弥が能を大成して、それが今まで引き継がれてきたように、能舞台も、最初の形式ができて、それを約450年引き継いでいるんだね。さすが、世界最古の伝承された舞台芸術だね。前編の URL は概要欄にあるので、まだ見てない方は見てみてね。能楽を見たことない人も、見たことある人も楽しんでもらえたなら嬉しいな。チャンネル登録、高評価してくれると、URL とっても嬉しいです。どうぞよろしくね。ではでは、また、次の動画で会おうね。